ストをステージにお迎えいたします。安治川親方、そして安治川部屋の力士の皆様です。どうぞ。よろしくお願いいたします。いいですね、大盛況ですけれども、今回で3年連続での開催となりましたが、親方、今回またオープン前から行列ができて、でオープンしてすぐに配布終了となりました。本当にたくさんの方が来てくれておりますが、この景色いかがですか？いや、本当にありがたいですね。去年と違ってたくさん、来ていただいて本当にありがとうございます。去年もね大盛況でしたけれども、去年のさらに超えるこの人気っぷりですがね、2階にも3階にもまたね来てくれておりますので、ぜひありがとうございます。皆さんもねぜひ手を振ってあげてください。早くからね準備してくれてましたからね。いや、まあでもこのたくさんの方が来てくれましたのは、青西さんの快進撃もその理由の一つだと思いますが、青西さん、場所前ではありますけれども、どうですか、率直に今の気持ちはどうですか？まあもうしっかり準備してるんで、あとやるだけです。期待もね大きくなりますよね。注目がやっぱり集まる分、力にも、もしかしたらプレッシャーにもなり得るのかなと思うんですが、そのあたりはどうですか？全然そんなことはないですか？そうですね、ぜひたくさん声をかけていただいたら、こっちの方は自分は頑張れるかなと思います。やっぱり声をかけてもらうと、今日のこういった景色みたいに直接応援を受けるっていうのは本当に力になるんですね。そうですね、刺激もなりますし、皆さんに喜んでもらえる意識も取りたいなという気持ちになります。ありがとうございます。皆さんね、一つ一つの言葉に対してエールの拍手が送られておりますけれども、この安治川部屋の奄美でのトークステージは過去にもありまして、みんなで話すことが結構多くて、すごく部屋の雰囲気がいいという話も過去には出てきましたが、アン・オーションさん、改めてこの昨年から今年、この部屋の雰囲気、改めてどうでしょう、さらに引き締まる部分なんかもあったりしたんでしょうか？そうですね、みんなで頑張ろうって感じですね。これ、相撲の話もあったかもしれませんけれども、それ以外にも何かこう雑談なんてことない話とかもみんなでされてたりするんですか？そうですね、たわいのない会話をいつも楽しみにやってます。例えば最近こんな話したなっていうのは覚えてるのありますかね？そうですね、全然皆さん気にせずなんだよ、早く入ってもらっていいですからね。みんなでトークをしていきましょう。恋愛の話をしたなどうですか？だから最近こんな話したなと覚えてる方、それぐらいたわいない話をしてるんでしょうか？今部屋の中にちょっとヘッドホンが流行ってまして、ヘッドホンです。これいいよとか、これあんま良くないよとか、そういう話してます。ヘッドホンが流行ったのはなんかみんな音楽好きだったり？そうです、みんな曲聴くので、それでみんな共通の話題とか、そんな話する暇あったらしょうがない。親方からのパスが来ましたけど、そうなんですね。ヘッドホンの話をされていましたということです
やっぱり相撲と言いますとハードな稽古のイメージがあるんですけれども、川添さん、はい、マイクをお持ちいただきまして、どうですか稽古、正直ハードですか？はい、ずっと学生相撲で大学までやってたんですけど、やっぱり相撲部屋の稽古は違うなと毎日思っております。なんか具体的に言うならどういうところが、どういう部分で違いを感じられましたか？まず、そうですね、部屋の稽古時間自体そこまで長くはないんですけど、その中に集中して取り組む集中力だったり、あと基礎練習のやっぱり多さがやっぱり僕の学生時代とは違うなと思ってます。ありがとうございます。アゴロさんにも伺いましょう。アゴロさん、ぜひちょっと稽古の時間を振り返って大変な部分、どうですか、そっちに行って、はい、来ました。はい、正直この稽古が一番自分の中では大変かな、しんどいかなというのはどんな稽古がありますか？そうですね、結構だいぶ苦しい稽古なんですけど、ちょっと楽しくなっちゃうと思うので、はい。いやいや、楽しくなっちゃうということもお疲れ稽古です。でも、この稽古でも、おじさんの通り、どこか楽しさを感じるぐらい、やっぱり相撲がお好きっていうことですかね。自分は最近は楽しくなってきますね。そうなんですね。でも、安座倉さんにも伺えたらと思いますが、稽古の大変さ、そしてそれだけじゃなく、その中でもどんな瞬間にやりがいや楽しさを感じるんでしょうか。いい人に勝った時が私は楽しいです。やっぱり練習の成果がまたそこにも出る瞬間でもありますもんね。はい、まあ練習稽古は一旦置いといて、それ以外にも部屋で過ごす時間の中でこれやってる時がすごく落ち着くなとか休まるなというのがどこの時ですか？自分好きなアニメ見てる時は落ち着きます。そうなんですね。アニメ、最近特にお気に入りはどんな作品ですか？ずっと見てるのがワンピース。ワンピースいいですね。皆さんも全然ファンサービスいつでも OK なので手を振ってあげたり目線向けてあげたりしてくださいね。じゃあたくさん手を振ってくれております自由な親方です。ありがとうございます。じゃあ青錦さんにもぜひ伺いましょう。こう忙しい辛い稽古の時間かもしれませんけれども、それ以外に心休まるインカメラですかね、今の心休まる瞬間というのはどういう時ですか？はい、心休まる時間、これをやってる時すごく癒されるなという時間はあったりするんでしょうか？自分の場合は親方と一緒にご飯食べたりとか飲みに行く時はすごくリラックスできます。じゃあ安流会さんにも伺えたらと思います。はい、よろしいですか？はい、稽古以外の時間でもこれをやってる時すごく気持ちが落ち着く、これがあるからまた大変な稽古を頑張れるというのはそんなことでしょう。自分は寝てる時が一番好きです。寝てる時やっぱりね、体が休まる時ですからね。このベッドだったり寝具のこだわりとかもあったりするんですか？特にないんですけど、ただ寝るだけです。さあではここからなんですけれども、たくさんの方が来てくれております。みんないろんな話をいろんな部分を伺いたいと思っていると思うんですが、安治川部屋の中でこの人が一番〇〇、一
一番ホニャララだぞみたいなテーマで伺えたらと思います。どなたに行きましょう。明野山さんでよろしいでしょうか。部屋の中で一番ホニャララ決めるなら誰がどんなホニャララでしょうか。お願いします。一番ご飯食べるのが、響さんだなって思ってます。響さんが一番ご飯を食べるんじゃないかと。はい。それどれぐらい食べはるんですか。それは本人に聞いてください。じゃあぜひ聞かせてください。まずどうですか。部屋の中で一番ご飯を食べるんじゃないかということですが、ご自身の中では、特に意識はしないです。一番じゃあ食べる時がどれぐらい、あれは自分の中でも結構食べたなっていうのは。吉野家の定食っておかわり無料なんですけど、大盛り10杯食べたら点数されました。皆さんのナチュラルなざわつきさすがやな。いややっぱ食べることもね稽古の一つみたいにはい、そうです。違いますからね。じゃあそんなアンヒビキさんもぜひ部屋の中で一番ホニャララ決めるならどなたがどんなホニャララでしょうか。聞かせてください。みんなの顔を一回見たのは何が出るのか。どうですか。はい、代わりに力士の中で歌は一番うまいのは川添かなと思います。川添さんの歌うまい。これどうですか。皆さん俺もそう思うみたいな、僕もそう思うっていうのをちょっと手挙げてもらって、息ぴったり急にどうですか。川添さんお名前出ましたが。席上ですか。まだ入ったばっかりなんで、こんな洗礼を受けるとは思ってなかったんです。いや、優しい先生ですよ。はい、ありがたいです。歌声もどうですか。じゃあ一曲。ここ普段いろんなアーティストがリリースイベントやってるステージですので良いんですけども、そしたら一節だけ、スピッツのじゃあチェリーを歌わせて。チェリーです。ありがとうございます。ではお願いします。お願いします。愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。いつかまたこの場所で君と巡り会いたい。ありがとうございます。スペシャルイベントです。どうもありがとうございました。親方まだです。いいと引き締まったイベントっぽさ出てきましたけれども、いやーでもこれまで歌声を披露する機会は結構川戸さんあったんですか。一度歌う力士の皆さんの前で歌う機会があって、そこで歌わせていただいたという感じです。まさかこの多くの皆さんの前で歌うことになるとは思ってなかったです。いやでもそれもね、嬉しいパスあってですからね。こちらです。まさかこのステージでね、はい歌を歌うと歌ってくれるとはという気持ちも我々あるんですけれども、はい。来年はね、もう歌でいきますか。そうじゃなくて、歌でも歌でね。ここでみんなで歌わせてたんですからね。ちょっとイベントが変わっちゃいますね、来年は。いやでもそのイベントもねスペシャルですから、ちびっこ相撲撮影会に合わせてやってもらえるなら嬉しいですけれども、ちょっと検討します。ありがとうございます。さあではまだまだね部屋の中で一番○○伺いましょうか。東さんどうでしょうか。聞かせてもらえますでしょうか。部屋の中で一番ホニャララ決めるならどなたでしょうか。一番料理の味付けがうまい人は、自分は相響さんが一番欲しいと思います。アンヒビキさんが一番料理の味付けがもう人気あるの。
部長です。また名前が出てきましたけれども、これについては響さんどうですか？自分は高校生の時に部活を遅く帰ってきたんですけど、家帰ったら自分で食べるものが弟に全部食べられちゃったので、自分で好きなものを自分で作って食べてました。それで、料理を、ちょっと、自分では食べれるぐらいでもそうやってね、一番美味しいのは響さんが名前挙げてくれるのは嬉しいんじゃないですか？嬉しいですね。家帰ったらたくさん作ってるんです。優しい。なんかあるんですか、こだわりというか、よくこういった味付けにしてるかなというのは。やっぱご飯が進む味付けが好きですね。ちょっと強めなのが。そうですね。メニューでいうとどんなメニューが好きですかね？いやでも作ろうと思えば、大体多分作れるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい。さっきちょっとね、青木さんのナイスフォローもあったりしたんですけど、響さんどうですか？浮かびました？部屋の中で一番このエララは。やっぱちょっと難しい、悩みますかね？部屋の中で、匂いとかそういうこだわり強いのが暗号章さんとか。暗号章さん一番匂いだったり本当にずっといい匂いしてる。へーという話が出てきましたが、どうですか？はい。そうです。鼻がすごくいいんで、匂いが惹かれます。はい。いつもいい香りがするという話でしたが、やっぱり清潔感、大事大事ですね、確かにね。でかつ花もいいということですね。はい。さあではこの後ですね、またじゃんけん大会があってちびっこ相撲へと続いていくんですけれども、青錦さん、ぜひこの後参加してくれる子どもたちに向けてちびっこ相撲何かアドバイスといいますかお言葉いただけますでしょうか？そうですね、まだ小さいだと思うんで、しっかりもう一気にお相撲さんに当たって楽しめたらいいなと思ってます。もう映画先生がないように思いっきり楽しんでもらいたいですね。はい。さあでは、一旦トークショーはまもなく結びとなりますが、改めてになりますが、親方ぜひ、でも本当にたくさんの方が来てくれております。まさかのサプライズで歌声も聞かせてくれましたが、今日のこのステージに来てくれて皆様に最後のメッセージいただけますでしょうか？朝早くから並んでいただいたり、本当にたくさん来ていただきまして、本当にありがとうございます。私ども部屋に中央橋、大阪橋の際、松原の、このセブンパークの近くで宿舎を構えることになりまして、本当3年、4年目ですね、になりますけど、こうしてどんどん知っていただけるだけで嬉しく思っております。この大阪場所は、青錦、綱取りかかってますが、大事な場所になりますが、いい結果残せるように期待して、応援していただけたらと思います。さあそれではここからなんですけれども、本日の会場セブンパーク奄美にはいろんなおすすめグルメがありまして、ぜひ味が部屋の皆様にもお召し上がりいただければと思います。まずは踊りだこさんの踊りたこ焼き、どうぞ皆様お召し上がりください。ちょっと何人かの方に感想を、食レポというとね、ハードル上がっちゃうかもしれないですが、感想を聞けたらと思っております。本当にこのたこ焼き美味しいですよね。私もよく食べますけど。大阪橋さんたこ焼きです。踊りたこ焼き。さあ、力士たちもね、稽古終わった後、今後とかはね、ここでよくちょろちょろしてますね。そうですね。見かけたら、頑張るようではなくて、もっと稽古しろよと。セブンパークに決まったら4、5メートル行ってください。親方からの声。さあでは皆さん、青錦さん結構ね早くお召し上がりいただきましたが、たこ焼き味どうですか？もう少し待ってください。そうですね。
熱々なので、見れます。そして待てます。なかなか食べるとこね見ることないので、じっくり見てくださいね。いいですね。食べるという腹を立つというような。さあ、いい食べっぷりです。じゃあ青虫さん落ち着きましたかね。さあ踊りたこ焼きどうですか。すごく美味しかったし、まるまるタコ入ってるので、1個でも結構お腹にくるって感じしますし、ぜひ帰る皆さんも食べてみてください。ありがとうございます。買い物に皆様におすすめするという会場の人が一番喜ぶ。ありがとうございます。お仕事上手。じゃあ続いてアゴーラさんどうですか。たこ焼き。じゃあ先に明野屋子さんにも行きましょうかね。はい、お味のほどはいかがでしょうか。そうですね、すごくなんていうんですか、出汁が効いててすごく美味しいです。ありがとうございます。いいですね、みんなこうさっきのコメントにない部分をフォローしてもらえたり。同じこと言わないようにな。親方からの言葉聞くの心苦しいですが、誰だ。じゃあ今ね食べてるうちの中が落ち着いたらアゴーラさんに伺いましょうかね。はい、一番食べてすぐの率直な感想食レポを聞かせてもらいましょう。イイダコっていうちっちゃいタコが丸ごと入ってるという、丸ごと入ってるね。これ東京にはなかなかないですね。さあ、みんなが待ちに待ったコメントをね、少しずつ親方がハードルを待たせた分少しずつ上げてます。面白コメントを難しい。少しずつハードルを上げてます。気にせず感じたものを。さあどうぞ。親方の振り。そうですね、口の中でちっちゃいタコが踊ってるような味でした。踊りたこ焼きありがとうございます。いいですね。小さなお子さんも拍手してくれたりしてくれてますよ。さあでは続いてのお品いきましょうかね。よかったら食べながらでも結構でございますので、続いては果汁工房かりんさんのいちごミルクです。はい、いきましょうかね。いちごミルク。じゃあアンコウショウさん、アンヒビキさん、はい、そのお隣のコンビで響さんもね、たこ焼き熱々そうですけど、たこ焼きの後にはいいですねこれ。いちごミルクです。入ってないだろ口に。入ってなくて僕のがうますぎるでしょう。さあでは、さあどっちから言うんだ。後の方がハードル高くなるけど。何をしても二方にお召し上がりいただきまして、果汁工房かりんさんのいちごミルク、どんな味なのか、どんないちご感なのか。さあでは先に行くのはアンコウショウさんです。お味のほどはいかがですか。はい、そうですね、口の中がすごくいちごでいっぱいで、ミルクが牧場かなって思った味でした。ありがとうございます。ありがとうございます。でもテレビ的にはね、使いやすいコメントだと思いますけど。さあではアンヒビさんも行きましょう。爽やかなイチゴの味で、すごいなんかミルク感が強くて、すごい飲みやすいですし、たこ焼き食べたやっぱセットでやった方が絶対いいな。ミルク、いちごミルクです。ありがとうございます。今のコメントでこれ帰りに買ってくれるかちょっと心配になったな。ちょっと物足りないんじゃない。売り上げ上がらなかったらお手軽いっぱい引いとく。買ってください。いいフォロー。青西が言ってるんで、ぜひ皆さん。ありがとうございます。青西も普段飲んでますんで。果汁工房かりんさんのいちごミルクでございます。はい、ということで他にもいろんなグルメがありますので、よかったらねお召し上がりいただいた2品もそうですし、それ以外にも皆様この後ご
に足をお運びください。では食べながらで結構でございますので、ここから皆様お待ちかねかと思います。お楽しみのじゃんけん大会参りましょう。さあ今回の豪華商品ですけれども、親方どんなものがあるのか、はい、今スタッフさんが持ってきてくれましたのでご紹介をお願いします。はい、本場所の、番付、と青錦の手が普段はサインだけなんですけど、大関横綱になると大関って書いたハンコ入ってるので、これはその入った場合でそれを見せるだけでいいですか。いや今回は10名の方にセットでプレゼントですね。はい、なおじゃんけん大会の参加は1回優先エリア入場整理券をお持ちの方が対象となります。どうぞお願いします。優先エリア入場整理券をお持ちの方が対象となります。じゃあじゃんけんやりますが、あいこも負けでここから進めさせていただきます。じゃあ1回優先入場整理券を持っているという方、はい、手を挙げてください。それ以外の皆さんすいません、お待ちください。じゃあ青錦さん代表してよいですか。はい、青錦の。はい。手を挙げてもらいましょうか。はい、上げたままで皆さんお願いします。それでは行きますか。あ、五郎さん本部取ってくださりますか。はい、ありがとうございます。はい、おまけ。最初はグー、じゃんけんぽい。続いて、あいこ負けですよ。じゃあ次いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。そうですね、10人できるだけちょっと分かりやすくお示しいただけますか。ちょっと来てもらえますか。じゃあ椅子の方もご起立いただきまして、8人の方もすみません、意気込み恐れ入りますが手を挙げたままでしんどいですね。ありがとうございます。さあまだ10人以上いますかね。スタッフのハーフをお願いします。はい、はい、もう一度。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。さあ、はい、ここだけです。おっと、青錦さん強すぎるかどうだ。はい、アピールお願いします。勝ち続けている方、アピールをお願いします。はい、じゃあ回っていただいて。一人だけ。あ、こちらにもいらっしゃいますね。もしかしたら10人以上いる可能性があるので、ちょっとはい、ちょっと待っててくださいね。ここだけ待っててくださいね。はい、勝ち続けてる方、はい、何かいらっしゃいますね。あ、大丈夫よ。どうぞどうぞ。おいで。はい。どうぞ気をつけてね。階段。はいはい。さあそして。あ、代理で。はい、ありがとうございます。はい、じゃあこちらの3名の方まず勝ち抜きました。皆さんおめでとうございます。厳しすぎるでしょ。勝ち負けには厳しいんで。そうですよ。まだ7つありますもんね。もう一回やります。そうですね。じゃあ仕切り直して。ちょっと青錦強すぎるから、じゃあ。誰かこれじゃんけん。どうでしょう、体でも。稽古はしたくないけど、じゃんけんはしたいっていう人。どういうことでも結構です。じゃあ、はい、お願いしますね。高田さんのじゃんけんで、はい。響さんを取っていただくと。じゃあ、仕切り直して全員いきます。引き続き、あいこも負
負けのルールでテンポよくいきましょう。お願いします。最初はグー、じゃんけんぽん。グーのみです。グーのみです。グーのみです。さあどんどんいきましょう。続いてお願いします。最初はグー、じゃんけんぽん。だいぶ絞られましたね。そうですね。行きましょうか。お願いします。最初はグー、じゃんけんぽん。時間の都合上でね、人数がどうなってもこれで締め切ろうと思います。もう一回行くか。はい、もう一度行きましょう。はい、負けです。最初はグー、じゃんけんぽん。はい、じゃあ分かりやすく。パーの方前に出てくれ。はい。着席の方はね、一回立ってもらって、1人、2人、それ以外立ち見で、はい、どうぞ。どうぞ、ちょっと皆さんじゃあ分かりやすくした前に、人数多ければまたそこで抽選させてはい、いただきます。こちら。はい、一旦どうぞ皆さんステージまで、ステージギリギリまでお越しください。どうぞ。はい、上がる際、降りる際気をつけてください。どうぞ一旦前で、人数の把握をさせてください。はい、スピーカーあたりで一旦お待ちくださいね。1人、2人、3人だけですよね。3人だけ。はい、じゃあそのまま上げましょう。はい。はい、このった人は、必ず手足と、一目見る形で書いてくださいね。宣伝上手。はい、改めて、こちらの3名の方にも、大きな拍手お願いします。じゃあ、先ほど負けた人、ギリギリまで勝ち進んでた方のみでもう一度させていただきますね。はい。さっきの3人が決まる前まで勝ってた方、手を挙げてください。すいません。大丈夫だと思います。はい。じゃあ、最後になりますかね、じゃんけん。どなたか。お、親方ありがとうございます。あ、全員で分かりました。復活です。親方ありがとうございます。はい。1回優先入場券お持ちの方がお願いします。はい、負けです。最初はグー、じゃんけんぽん。さあ、どんどん行きましょう。最初はグー、じゃんけんぽん。どんどん行くぞ、まだまだ行きましょう。いきます。最初はグー、じゃんけんぽん。最初はグー、じゃんけんぽん。じゃあ一旦止めましょうか。グーどうですか、勝ってる方。勝ってる方。優先入場で勝ってる方いますかね。はい。ちょっと前に来てもらっていいですか。もしかしたら人数が多いとまたじゃんけんしてもらうかもですが。俺の計算では1人か2人なんだけどね。もしかしたらちょうどいいかもしれないです。今勝ってる方、前に来てください。はい。で、スタッフの方も、そしてお近くの方も、ちょっと譲り合ってご協力いただいて、はい、ちょっと待っててくださいね。はい。よし、ありがとうございます。はい、そこでお待ちください。待っててね。さあ、向こうには4セットでしたね。はい。気をつけてね。はい。いいかな。大丈夫。計算通りだね。さあ、どうですか。3人。これもう他いないですか。大丈夫ですか。大丈夫ですね。1回3回は違いますので。さざ波ない。大丈夫ですか。大丈夫ですね。はい。では、おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。山田すごいね。はい、おめでとう。おめでとうございます。帰りにビアードパパ買ってもらいな。親方が言ってたもんね。川西君大好き、ビアードパパ。さあ、というところで、じゃあもう時間も進んでおりますので、ここで締め切り
はいはい、ここからはダブル司会に行きますか。ありがとうございます。はいでは、皆さんここから親方がいろいろと誘導をしてくれます。相撲を取り組み終えたちびっこ力士のみんなはこっちから出てください。こっちから出てください。はい、よろしいですか。分かった方手を挙げてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お子さんが小さいとか迷ってる子がいたら親御さんついててあげてくださいね。はい、では親方、ここからちびっこ相撲です。よろしくお願いします。はい、それでは行きましょう。何人ぐらいずつ行きますか。はい、3人でも5人でも。はい、誰から行くんだ。間取って4人。はい、じゃあここに並んで、はい、さあ怖くないからね、頑張ってみ。はい、それでは腰がちょっと、いいよ。さあ思い切って押してみましょう。はい、それではお願いします。はい、手ついて、あ、きょーい、よかった。お、いいぞ。頑張れ。はい、皆さん応援してくださいね。おお、やったね。はい、ここ大事だね。はい、ありがとうございました。はい、次、おいで。さあ、どんどん行こう。いいよ。よし、はい、じゃあみんな並んで。せーの、お願いします。お願いしましょう。はい、あ、きょーい、よかった。頑張りました。はい、はい、次の子供たち、あそこに大きい人もいるからちょっと挑戦してみましょうか。大きい人も挑戦してみますか。はい、じゃあみんな、はい、はい、お願いします。いきます。せーの、お願いします。はい、じゃあいくよ。はきょー、よかった。はい、
あ、きょうい残った。はい、終わった人、はい、終わった人こっちから降りてね。はい、さあ次の挑戦はお願いします。はい、どうぞ。はい、あ、きょうい、最後まで行って。あ、きょうい、頑張れ。あ、きょうい。残った。いけいけ、もっといけ。頑張れ。
り横に大きいのと縦に大きいのどっちがいい？大きいね。こっちか。あ、こっちいいかね。さあ皆さん最後一緒に応援していきましょう。お願いします。あ、今日頑張った。おお。何年生ですか？3年生。もうしこ名考えたよ。セブンパークかアーマーに。どっちかなんですか？待ってね。はい、セブンパークまたは奄美頑張ったチームに大きな拍手を。ちびひとりさんの皆さんお疲れ様でした。じゃあこっちからどうぞ。イェイタッチ、はいタッチ。さあいや親方今年のちびっこ力士たちはどうでしたか？ね、皆さん元気で良かったですね。有望なのも何人かいましたし、ぜひね松原からね、この辺りから力士出したいと思ってますので、はい、身近に大きな子がいたら、ぜひ味が上に紹介してください。はい、ありがとうございます。さあではここから写真撮影会に続いてまいります。会の着席の皆様から案内ですね。じゃあこちらから順にということで良いでしょうか。スタッフさん案内をお願いいたします。そして忘れ物でしょうか。忘れ物、水筒の忘れ物かな。水筒ですね。水色の。こちら今僕手を挙げている隣に水筒があるんですけれども、忘れ物でしょうか。大丈夫ですか？水筒忘れていませんか？今稽古に参加したお子さんから。多分そうだと思いますね。どうでしょうか。ちびっこにも参加したご家族の皆さん、ちびっこにも参加したご家族の皆さんでお子さん水筒忘れてませんでしょうか？ないですか？なかったら持って帰りますよ。親方が大丈夫ですか？引き続きこちらに、はい、ここに置いておきますので、なければセブンパークの今年も案内所に、ぜひ連絡ください。持っていっていいですか？はい、こちらですか？違いますか？たくさんある、今日たくさん全国から来てくれたのかな、佐賀からも。皆さんカメラ開けて待っててくださいのですぐ乗れる状態にして渡していただけたら。ありがとうございます。